1999年、アメリカ・ニューメキシコ州の砂漠地帯で首に鎖付きの首輪をつけた全裸の女性が血を流しながら逃げてきたのだ。それが60人以上の命を奪ったとされるトイ・ボックス・キラー事件の発端になった事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回紹介するのは1999年にアメリカ・ニューメキシコ州エレファント・バットで発覚したデビッド・カーカー・レイによる連続拉致・拷問事件なのだ。表向きは真面目な公園管理人だった男が改造トレーラーの中に拷問部屋を作っていたなんて信じられないわ。彼がトイ・ボックスと呼んでいたその部屋には無数の拘束具や医療器具が並べられていたのだ。おもちゃ箱なんて名前をつけること自体あの男の異常さを表しているわよね。被害者数は最大60人以上とも言われているのだが、遺体は一体も発見されていないのだ。遺体が見つかっていないのにそれだけの被害者がいるかもしれないの？そして後半では僕止めたんで、なぜ社会がこの犯罪を長年防げなかったのか、そして証拠隠滅の背後にある共犯関係の闇について深く考えていくのだ。事実だけでは見えてこない部分についても私たちなりにしっかり掘り下げていくわよ。この事件はアメリカ犯罪史上最も計画的かつ残忍な連続犯罪の一つとして今も語り継がれているのだ。被害者の多くは今も身元すら特定されていない。それだけでも胸が痛くなるわ。最後まで見ればこの事件の恐ろしさと社会が抱える問題の深さが伝わると思うのだ。難しい部分もあるけれど一緒に考えていきましょう。楽しんでほしいのだ。よろしくお願いするわ。まず最初に言っておきたいのだが、この事件は犯行規模も手口もアメリカ犯罪史上でも最も異常な部類に入るとされているのだ。どういうことなの？何がそんなに異常なのかしら。被害者数は最大60人以上とも言われているのだが、遺体はほとんど発見されておらず、今もその全貌は明らかになっていないのだ。60人以上ってそれだけの人が消えて誰も気づかなかったということなの？それがこの事件の核心にある謎の一つなのだ。なぜこれほどの犯罪が長年にわたって見過ごされてきたのか、今日はその問いを軸に解説していくのだ。わかったわ。まず被害者のことから教えてもらえる？最初に事件を世に知らしめることになった被害者はシンシア・ビジルという22歳の女性なのだ。22歳ね。どんな人だったの？シンシアはニューメキシコ州エレファント・バット周辺に暮らしていた若い女性で、友人たちからは明るく活発な性格だったと語られているのだ。まだ22歳なのにどうしてこんな事件に巻き込まれてしまったのかしら。1999年3月のある夜、シンシアは知人を通じてレイとヘンレイのカップルと接触し、何らかの形で2人に連れ去られたと伝えられているのだ。知人を通じてということは面識があったということなの？そうなのだ。レイとヘンレイは顔見知りを通じた接触という手口を使っており、シンシアはまさかこの2人が凶悪な犯罪者だとは思いもしなかったと語っているのだ。信頼できると思った相手に裏切られるのは本当に恐ろしいわ。シンシアは3日間にわたって拘束され、解放されてから近隣に助けを求めたのだ。首には鎖のついた南京錠付きの首輪をつけられ、頭部から血を流した状態だったと報じられているのだ。首輪に鎖、まるで人間扱いではないわ。次に加害者であるデビッド・パーカー・レイについて説明するのだ。1939年生まれで、事件発覚当時59歳だったのだ。59歳というのがまた意外ね。表向きはニューメキシコ州の州立公園で働く真面目な管理人として知られており、近隣住民からも穏やかで礼儀正しい人物と思われていたと伝えられているのだ。公園管理人がそれほどの事件を起こしていたなんて本当に恐ろしいわ。レイは幼少期から実家による虐待を受けて育ち、学校でも激しいいじめに遭っていたと伝えられているのだ。10代半ばにはすでに女性への暴行や拘束に異常な興味を抱くようになっていたとされているのだ。幼少期の環境がこんな形で歪んで出てしまったということなのね。レイは4度の離婚歴を持っており、その都度サディスティックな性格が関係破綻の原因だったとされているのだ。そして共犯者となる心理、ヘンリと出会い、2人は犯行を組織的に行うようになったのだ。共犯者がいたのね。女性の共犯者というのも衝撃だわ。ヘンレイは当時39歳で、レイの恋人として同居していたのだ。被害者の信頼を得る役割を担い、女性をレイの元へ連れ込む窓口になっていたと報じられているのだ。女性を裏切って罠にかけるなんて許せないわ。2人が拠点としていたのがトイ・ボックスと呼ばれる改造トレーラーハウスなのだ。エレファント・バットの砂漠地帯に置かれたそのトレーラーは外見は普通の住居と変わらなかったのだ。おもちゃ箱という名前がすでに恐ろしいわね。内部には鞭、鎖、干潮器具、産婦人科で使用される医療用の椅子など、女性を拘束し拷問するための道具が所狭しと並べられていたと報じられているのだ。医療用の椅子までどれだけ計画的に準備していたの？このトイ・ボックス
レイが長年かけて改造し続けた専用の犯行空間だったのだ。防音加工が施されており、内側からは外の音がほとんど聞こえない構造になっていたと伝えられているのだ。外から助けを求めても聞こえない、完全に逃げ場のない空間だったのね。ではこの後事態は急転するのだ。レイは被害者を拘束すると、まず手錠をはめた状態で医療用の椅子に固定したのだ。椅子には複数の固定具が取り付けられており、被害者が身動き一つできない状態にされたのだ。次にレイはカセットデッキのボタンを押し、自分の声で事前に録音されたテープを流し始めたのだ。テープには、この場所では僕が話しかけた時だけ声を出すことが許される、これからお前が受けることになる行為の内容が淡々と説明されていたのだ。被害者がテープの内容を理解する間も、レイはビデオカメラのレンズを被害者に向け、記録の準備を静かに整えていたのだ。そしてテープが終わると同時に、レイは拷問道具を手に取り、計画通りの行為を開始したのだ。被害者が声を上げようとするたびに制裁が加えられ、防音されたトレーラーの中にその声が吸い込まれていったのだ。数日間にわたる拘束の後、レイは被害者に記憶を曖昧にする麻酔薬を投与し、路上に放置することもあったと報じられているのだ。言葉が出ないわ。これほど冷酷に準備された犯行なんて想像を絶するわ。シンシアの場合は3日間の拘束の後に何らかの経緯でトレーラーから逃げ出すことに成功したのだ。全裸に首輪と鎖をつけたまま近隣に助けを求め、通報を受けた警察がレイの元へ向かったのだ。逃げられたのは本当に奇跡だわ。どうやって逃げ出せたの？当時の報告によると、共犯者のヘンリがシンシアの拘束をわずかに緩めた隙に逃走したとされているのだ。ヘンリが後の捜査に協力したこともこの証言と無関係ではないかもしれないのだ。共犯者が隙を作ったということ？それは偶然だったのかしら、それとも意図的だったのかしら。1999年3月22日、警察がレイの自宅とトレーラーに踏み込んだのだ。捜査官たちはその内部を見て絶句したと伝えられているのだ。実際に見た捜査官たちの反応が目に浮かぶわ。トレーラー内から押収された証拠品は大量に及び、拷問に使われた道具だけでなく、犯行を記録したビデオテープも複数見つかったのだ。記録まで残していたなんて、どれだけ歪んだ自己顕示欲があったのかしら。ヘンリはレイより先に逮捕され、捜査当局に対して協力的な姿勢を見せたのだ。彼女の証言によって被害者は少なくとも8人、レイの生涯全体では60人以上に及ぶ可能性があると報じられているのだ。60人以上の名前と顔が今もどこかに消えているということね。レイは逮捕後、拷問については認める姿勢を見せたが、殺人については一貫して無罪を主張し続けたのだ。拷問は認めるのに殺人は否認するなんて、それ自体が恐ろしいわよ。再犯フラグという点でも重要なのだが、レイには逮捕以前にも複数の女性への暴行、脅迫に関する訴えが地域社会に存在していたと伝えられているのだ。逮捕前にも訴えがあったの？それなのに野放しにされていたということ？そうなのだ。エレファントバットという小さなコミュニティの中で、レイはアルタネの地域の顔役的な立場を利用していたとされているのだ。周囲が声を上げにくい環境が長年の犯行を支えてしまったのだ。地域社会が犯罪の隠れ蓑になってしまっていたということね。それを思うと言葉が出ないわ。証拠隠滅という点でもレイは徹底していたのだ。殺害したとされる被害者の遺体はバラバラに解体された上で近隣の湖や渓谷に捨てられたとヘンリが証言しているのだ。だから60人以上と言われながら遺体がほとんど見つからないのね。捜査当局は逮捕後も周辺の湖や渓谷を大規模に捜索したのだが、遺体の発見には至らなかったのだ。証拠の徹底的な廃棄が真相解明の最大の壁となっているのだ。これだけの証拠を消し続けたということは、かなり前から計画的に動いていたということよね。次にデビッド・パーカー・レイという人物そのものについて深く掘り下げていきたいのだ。表向きは真面目な公園管理人だったのよね。どんな生い立ちだったのかしら。レイは1939年ニューメキシコ州に生まれたのだ。幼少期から父親による激しい身体的虐待を受けて育ったと伝えられているのだ。虐待を受けて育った子供がやがて加害者になってしまうという悲しい連鎖ね。学校でも深刻ないじめを受け続けたとされているのだ。友人がほとんどいない孤独な少年時代を過ごしたとされ、その孤立感が歪んだ内面形成につながったと報じられているのだ。孤独と暴力に囲まれた子供時代だったのね。捜査当局によると、レイは10代半ばからすでに女性の束縛や拷問に性的な興奮を覚えるようになっていたとされているのだ。実質に手製の拘束器具を隠し持っていたことも後に明らかになっているのだ。従来でもそんな兆候があったの？周囲の大人は気づかなかったのかしら。残念ながら周囲はほぼ気づいていなかったのだ。レイは表社会では礼儀正しく、几帳面で責任感があるという評判を保ち続けていたのだ。二面性が極端すぎるわ。職場の同僚たちはどう見ていたの？同僚や近隣住民の証言によると、
レイは職場では率先して仕事をこなし、困った住民の相談にも丁寧に乗る存在だったと語られているのだ。ニューメキシコ州の公園管理局に長年勤め、表彰を受けたこともあったと伝えられているのだ。その誠実な仮面の裏でずっとあんなことをしていたなんて許せないわ。そしてレイには4度の離婚歴があったのだ。元妻たちの証言によると、交際当初は優しかったが徐々に支配的、暴力的になっていったとされているのだ。4度も離婚しているのに誰も警察に通報しなかったのかしら。通報に至らなかった背景には、当時の DV 被害者支援制度の不十分さや地域における彼の信頼があったと見られているのだ。被害を訴えても信じてもらえないという恐怖もあったのだと伝えられているのだ。制度の壁が被害を隠してしまっていたということよね。本当におかしいわよ。ここで再犯という観点から重要な点を押さえておきたいのだ。レイは逮捕前から複数の性的暴行で通報されていた可能性があるとされているのだ。以前にも通報があったの？周辺住民の一部はエレファントバット周辺でレイの言動に不審を感じたことがあると証言しているのだ。しかし具体的な証拠が揃わず、捜査には至らなかったと報じられているのだ。証拠がなければ動けないという仕組みが再犯を許してしまったということね。そして審理、ヘンリとの関係についても触れておく必要があるのだ。ヘンリはレイの恋人として犯行に加担し、被害者の勧誘役を積極的に担っていたのだ。女性が女性を罠にかけていたということ？それはまた別の恐ろしさがあるわね。ヘンリはバーや路上で若い女性に近づき、信頼させた上でレイのトレーラーへ連れ込む役割を果たしていたのだ。被害者にとって同性からの接触は警戒心を下げさせる効果があったと分析されているのだ。女性だから安心して信じてしまったのね。それを利用するなんて最低だわ。黒幕という視点で見ると、レイとヘンリの関係は単純な対等な共犯ではなかったのだ。ヘンリの供述によれば、レイが全ての計画を立案し、ヘンリに役割を指示していたとされているのだ。つまりレイが完全に支配する構図だったということね。さらにレイの娘であるジェシー、ラインも犯行に関与していたとして逮捕されているのだ。家族を巻き込んだ組織的な犯罪構造だったと報じられているのだ。娘まで巻き込んでいたなんてどこまで歪んでいるのかしら。その事実だけで言葉を失うわ。1999年3月、新社ビジルが逃走して通報したことで、ついにレイの犯行は表沙汰になったのだ。捜査当局がトレーラーに踏み込んだ時、捜査員たちはその光景に言葉を失ったと伝えられているのだ。初めて内部を見た捜査員の衝撃はどれほどのものだったかしら。トレーラーの内部には医療用の婦人科椅子が固定され、天井には鏡が取り付けられていたのだ。壁一面には拷問道具が整然と並べられ、まるで準備された手術室のような空間だったと当時の捜査報告書に記されているのだ。整然と並べられていたということは長年かけて整備されてきた場所なのね。トレーラーの価値は当時の試算で10万ドル以上とも言われており、レイが長年にわたって少しずつ改造を重ねてきたことが分かっているのだ。計画性の高さが改めて浮き彫りになっているのだ。何年もかけて準備してきたということよね。その間誰にも気づかれなかったなんて。逮捕後のレイの態度についても触れておきたいのだ。レイは取り調べで拷問の事実については認めたものの、殺人については一貫して無罪を主張し続けたのだ。拷問は認めて殺人は否定するという立場だったのね。レイは被害者たちは皆生きて解放したと主張し続けたのだ。しかし麻酔薬によって記憶を消されて路上に放置された被害者は、自分が何をされたか認識できない状態だったとされているのだ。被害者が訴えられない状況を最初から計算していたということよね。周到すぎて怖いわ。裁判は2000年から始まり、証拠の少なさから複数回に分けて審理が行われたのだ。ヘンリは捜査に協力する代わりに司法取引に応じ、36年の刑を受けたのだ。ヘンリは協力したことで刑が軽くなったということね。一方レイは複数の訴因で有罪とされ、224年の実刑判決を言い渡されたのだ。しかし2002年5月、服役中に心臓発作を起こし、この世を去ったのだ。結局本人の口から真相が語られることはなかったということね。レイが死亡したことで、被害者の正確な人数も遺体の所在も永遠に闇の中となってしまったのだ。これは遺族や社会にとって取り返しのつかない損失なのだ。真相が語られることなく言ってしまったの。消えていった被害者たちのことを思うとやりきれない気持ちになるわ。なおヘンレイはその後も服役を続け、2019年に仮釈放されて現在は自由の身となっているのだ。共犯者が社会復帰しているという現実は、被害者や支援者たちの間で今も複雑な感情を呼んでいると伝えられているのだ。60人以上が被害を受けた事件の共犯者がもう社会に出ているなんて信じられないわ。アメリカの刑事司法では司法取引制度が捜査協力の対価として刑の軽減に直結するのだ。日本とは制度的な仕組みが根本的に異なる点として理解しておく必要があるのだ。そういう制度の違いが判決の重さに影響しているのね。日本とはかなり異なるわ。この事件でもう一つ見落とせないの
のが、被害者たちの多くが今も正式に認定されていないという点なのだ。60人以上という数字はヘンリの証言に基づくものであり、公式に確認された被害者数はそれを大きく下回るのだ。名前も顔も世界に知られることなく消えてしまった被害者がいるということね。捜査当局はレイの死後も断続的に周辺の捜索を続けているのだが、これまでに被害者の遺体は一体も発見されていないのだ。砂漠と深い渓谷が証拠を飲み込んでしまっているのだと伝えられているのだ。自然が犯罪の隠れ蓑になってしまっているということね。本当に残酷な現実だわ。この事件はアメリカ犯罪史上物的証拠の貧しさと被害者数の不確かさという点で特異な位置を占める事件として今も研究者や捜査当局の間で参照され続けているのだ。証拠がないまま歴史に刻まれた事件ということね。次は仮説パートに移りましょうか。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのは、デビッド・カーカー、レイという人間がどうしてこれほど歪んだ人格を持つに至ったか、その背景なのだ。公園管理人として働いて、周囲からは僕普通の人間に見えていたわよね。それがどこで道を外れたのかしら。レイの幼少期は深刻な虐待に彩られていたのだ。父親から繰り返し暴力を受け、学校でもいじめの標的にされ続けたと捜査記録は伝えているのだ。家でも学校でも逃げ場がなかったということね。それは心に相当な傷を残すわ。10代半ばには女性への支配と拷問に関する空想を持ち始めたと言われているのだ。その頃すでに彼の内側では何かが決定的に崩れていたと思うのだ。10代でそこまでの空想を持つというのは尋常じゃないわ。家庭環境が直接関係していると見るべきかしら。僕はそう思うのだ。暴力を受け続けた子供が世界への怒りを、弱い他者を支配するという形に変換してしまうことがあると指摘されているのだ。無力感を埋めるための支配欲という構図ね。でも世の中には同じような環境で育っても犯罪に走らない人もいるわよね。その点からすると、環境だけでは説明しきれない部分があるという可能性があると思うのだ。反社会性パーソナリティ障害やサイコパシー傾向という素因がもともとあったと考えると筋が通るのだ。生まれつきの要因も重なっていたかもしれないということね。サイコパシー傾向のある人間の特徴として、他者の痛みへの共感が著しく乏しく、自分の欲求充足を最優先するという点が挙げられるのだ。レイが被害者に録音テープを聞かせて淡々と手順を説明していたという事実は、まさにその傾向を示していると思うのだ。人間を物として扱うような冷静さよね。あの録音テープの存在自体が彼の感情の欠落を証明しているわ。そしてここで一つ不仮説を出したいのだ。もし幼少期にレイが父親の暴力から保護され、適切なカウンセリングを受けていたとしたら、その後の犯罪はあり得たかどうかという問いなのだ。そう問われると答えが難しいわ。環境が変わっていたら別の人生を歩めたかもしれないとも思うし。僕も半分はそう思うのだ。早期介入が歪みの進行を止めた可能性はあると思うのだ。しかし同時に、あれほど組織的にトイボックスを設計した緻密さを見ると、素因としての反社会性はかなり深いところにあったとも思うのだ。ただの衝動ではなく、長年かけて設計された犯罪だものね。そこには計画立案能力という意味での高い知性も絡んでいるわ。その通りなのだ。サイコパシー傾向の強い人間は知性が高く、表向きの社会適応も優れていることが多いと言われているのだ。1999年に逮捕されるまで真面目な公園管理人として周囲に認識されていたという事実がそれを裏付けているのだ。長年にわたって仮面をかぶり続けていたということよね。それだけで十分おぞましいわ。4度の離婚という事実も見逃せないのだ。親密な関係を長く維持できなかった背景には、パートナーへのサディスティックな要求があったと見られているのだ。つまり結婚相手たちも何らかの被害を受けていた可能性があるということね。捜査当局も元妻たちへの事情聴取を行ったと伝えられているのだ。彼の性格の異常さを証言した人物もいたそうなのだ。しかしいずれも当時は信じてもらえなかったという声が残っているのだ。周囲が早く気づいていればもっと多くの被害者を出さずに済んだかもしれないのにね。この点は再犯フラグとも重なるのだが、レイは10代の頃から女性への暴行に手を染めていたと考えられているのだ。社会が彼を見過ごし続けた時間の長さが被害者数の多さに直結しているのだと思うのだ。何十年も野放しにされていたということを、社会のどこかに機能すべきセーフティネットがあったはずなのに、それが全部吸い抜けたのね。僕はやっぱりレイの歪みは環境と素因の両方が絡み合って生じたものだと思うのだ。虐待が引き金となり、もともと持っていた反社会的素因を加速させたという構図が最も実態に近いと思うのだ。私も同じ見方をするわ。どちらか一方だけで説明しようとすると、必ず説明しきれない部分が残るものね。次に、
なぜ犯行がこれほど長期間気づかれなかったのかを考えてみたいのだ。確かにあれだけの規模の犯行が何年も続いていたのに誰も気づかなかったのは不思議よね。レイは表向きにユーメキシコ州の州立公園で働く真面目な管理人として知られていたのだ。近隣住民や同僚からすれば静かで几帳面な男という印象しかなかったと伝えられているのだ。職場での評判と実態が全く別物だったので、それがこれほど長い期間周囲の目をくらませ続けた理由の一つだったのかしら。僕はそこに孤立した地理という要因も重なっていたと思うのだ。エレファントバットは人口が極めて少ない砂漠地帯で住民同士の接点が薄く、見知らぬ人間が敷地に入っても気に留められにくい環境だったのだ。つまり人口密度の低さ自体が犯罪の隠れ蓑になっていたということ？そういうことなのだ。被害者が連れ込まれても悲鳴が届く距離に人がいない。トレーラーの外観が怪しいとは誰も思わない。そういう条件が重なっていたのだと思うのだ。その環境を意図的に選んで住み着いていたとしたら最初から計画していたということよね。その可能性はかなり高いと思うのだ。ボックス自体が長い時間と費用をかけて改造された設備だったことを考えると、衝動的な犯行ではなく周到に準備された犯罪だということがよくわかるのだ。医療用の椅子まで持ち込んでいたのだから準備に何年もかけていたということよね。その間誰も何も感じなかったのかしら。ここが証拠隠滅フラグとも深く絡む部分なのだ。レイは被害者に記憶を消す麻酔薬を投与してから路上に放置するという手口を使っていたのだ。被害者が自分に何が起きたか思い出せない状態で発見されれば当然捜査の短所もつかめないのだ。被害者が助けを求めたくても何が起きたかを証言できない状態にされていたなんて残酷すぎるわ。麻酔薬の使用は証拠隠滅であると同時に被害者の声を封じる二重の機能を持っていたのだ。これによってたとえ生き残った被害者がいても何かあった気がするが詳細がわからないという証言しか出てこない状況を作り出していたのだと思うのだ。つまり生存者がいても証拠にならないように設計されていたので、そこまで計算されていたとは思わなかったわ。さらにシンデイ、ヘンリという共犯者の存在が外から見た時の普通の家庭という印象を強化していたのだと思うのだ。カップルで暮らしているというだけで周囲の警戒感は大幅に下がるのだ。女性が共犯者としているだけで外からはただの田舎のカップルの家に見えてしまうので、それが最大の偽装だったのかもしれないわ。僕はシンデイの役割を黒幕フラグの観点からも考えてみたいのだ。彼女は単なる従属的な共犯者ではなく被害者を引き寄せるおとりとして積極的に機能していたと伝えられているのだ。女性が誘い込み役を担っていたということを、それなら被害者が警戒を解いてしまうのも理解できるわ。女性から声をかけられれば被害者の女性が最初から男を警戒するという防御反応が働きにくくなるのだ。心理はその心理的な盲点を利用していたと考えられているのだ。共犯者として機能しながら最終的には捜査に協力して刑を軽くしたのよね。それはそれで複雑な問題をはらんでいるわ。審理が2019年に仮釈放されたという事実は今もアメリカ社会で議論を呼んでいるのだ。彼女の供述がなければ事件の全容はさらに謎に包まれたままだったかもしれない一方で、何十人もの被害者に対する責任を問う声は根強く残っているのだ。司法取引によって真実の一部が明らかになる代わりに当事者が早期釈放される、このジレンマは被害者遺族にとって本当に辛い現実よね。ここから社会構造批判に移りたいのだが、僕が最も重要だと思う問いはなぜ最初の被害者が出た時点で捜査が動かなかったのかという点なのだ。麻酔によって記憶を奪われていたとはいえ、不審な状況で発見された女性の証言をもっと丁寧に拾っていれば早期に捜索につながった可能性もあるわよね。そうなのだ。性犯罪の被害者、特に薬物が関与するケースでは証言の信憑性を疑われたり被害者自身が自責感から沈黙を選んだりするケースが多いと伝えられているのだ。この事件でも同様の構造があったと考えられているのだ。被害者が助けを求めても信じてもらえない環境が加害者を守り続けていたとしたら社会の側にも深刻な問題があるわよね。また失踪した被害者の多くがホームレスや社会的に孤立した人々だったとも伝えられているのだ。そういった人々が失踪しても捜索の優先順位が低くなりやすいという現実が犯行の継続を許してしまった側面があると思うのだ。社会の終焉にいる人々は標的にされやすく、かつ失踪しても注目されにくいという構造が犯罪者に悪用されたので、これは再犯フラグの観点からも見逃せない点なのだ。レイが10代から女性への暴行を繰り返していたにもかかわらず本格的な捜査が入ったのは1999年にシンシア・ビジルが逃げ出すまで待たなければならなかったのだ。つまり何十年もの間
被害の訴えが積み重なっていたはずなのに、それが一本の線としてつながらなかったということ？そういうことなのだ。地域をまたいだ事案をつなぎ合わせるための広域捜査の連携が機能していれば、もっと早い段階で異変を察知できた可能性があるのだ。地域をまたいだ情報共有の欠如が結果的に何十人もの被害者を生み出す温床になっていたということよね。それは制度の失敗と言っても過言ではないわ。海外フラグの観点からも触れておきたいのだが、アメリカでは同様の教訓から BCAP、つまり暴力犯罪逮捕プログラムという広域情報共有システムが整備されているのだ。しかしこの事件が発覚した1999年時点では、そのシステムが十分に機能していなかったのだ。日本でも広域連続犯罪の情報共有には課題があると言われているから、対岸の火事ではないわよね。僕がこの事件全体を通じて最も強く感じるのは、見えにくくされた被害者の声が最大の問題だったということなのだ。麻酔で記憶を奪い、社会的に孤立した人を選び、共犯者で外見を偽装する。これらは全て声を封じる仕組みとして働いていたのだ。被害者が声を上げられない状況を作り出すこと自体が犯罪の一部だったので、その声をどうすくい上げるかが社会に問われているのだわ。僕は最終的にこう断言したいのだ。この事件が長期間発覚しなかった最大の原因は、A個人の巧妙さではなく、被害者の声が社会の中で何度も握りつぶされ続けた構造的な失敗にあると思うのだ。私も同じ見方をするわ。犯罪者の知能より声を届けられなかった被害者たちの存在こそが、この事件は残した最も重い問いだと思うもの。というわけで今回はトイ、ボックス、キラー、デビッド、カーカー、レイによる連続拷問事件を解説したのだ。どうだったメタン？改造トレーラーの中に作られた悪夢の空間、そして60人以上もの被害者が声を封じられ続けたという現実に胸が締め付けられる思いだわ。仮説パートで話した構造的な失敗という視点は私の中に深く刺さったわ。この事件は単なる猟奇事件として片付けられてはいけないと強く感じるのよ。今もなお名前さえ確認されていない被害者がいるのだ。砂漠のどこかに眠ったままの命があるとしたら、その人たちのことを僕たちは忘れてはいけないと思うのだ。声を奪われたまま帰れなかった全ての人にどうか安らかにと伝えたいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。